はい、マイク T です。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、前回オイル交換した際にフィルター交換してカバーもアルミのねかっこいいやつに変えたんですけど、その後500キロほど山道とか街乗りとかいろいろ走ってみて、外気温も12度のところ37度のところいろんな条件で走ってみました。その結果ちょっとっていうことがあったので、それをもう少し研究していきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。何を研究していくかというとですね、前回このオイルフィルターカバー、プラスチックからアルミの放熱性のあるもの、かっこいいから変えたっていうのがほとんどなんですけど、多少放熱効果があるんじゃないなって、わずかな期待からね交換したわけですよ。交換して僕はオイル添付ゲージがついてるので、OBD から取るやつなんですけど、その OBD の値が正しいかどうかっていうのは別問題なんですけど、それは置いといて、いつもねその OBD のイオン系で出るのがだいたい街乗りで98から105度ぐらい、結構飛ばしたりなんだりして、だいたい今日は暑いなっていう時も、オイル添付の方が100度切ることってあんまなかったんですよ。で水温がそれマイナス8度ぐらいですね、だいたいいつも。これもつけて 1,2 年以上経つので、ずっといろんな冬も夏も春もいろいろ走ってみて、山とか街乗り渋滞とかね走って、だいたい頭にこの時はこんなもんだねっていう覚えてるわけですよ。で温度計が、その98度とか100度が正しいかどうかっていうのはですね、ちょっと温度センサーが構成別に取ってるわけじゃないし、純正の温度センサーがどのぐらい正しいのかも分かんないので、それを OBD で拾って、その値もねまたメーターも正しいかどうか分かんないんですけど、ただ絶対値的にその他社との相対比較じゃなくて、絶対値的に比較としては僕の中での温度のばらつきっていうのは大体ほぼ一緒だったんですよね。でも飛ばしたりゆっくり渋滞したりしても98度ぐらいから108度ぐらいかな、大体ガーってちょっと飛ばした時で108度ぐらいな感じだったんですね。で高速道路だと夜間とかだとやっぱり低くなって97、8度っていうのがメインだったんですよ。で今回フィルターカバーをアルミ製の放熱フィンについてるやつに変えて500キロ走って、最初毛型だったので高速道路でえらい低くなってるな、おい今日寒いのかなと思ったんですけど、外気温別に30度ぐらいで、山行ってエアコン切ってそこそこ明け方だったのでいいペースで走って、ずっとで外気温外なんかね12度でしたよ昨日。すごい標高の高いとこ行ったんですけど、で当然そんなとこだから低いの当たり前だと思ってずっと降りてきて、でいつも走り慣れてる、秩父とか芦ヶ久保のあたり、その辺はいつも走り慣れてるのでそこ行ったんですよ。で同じコースをいつものように走ってて、外気温は33度だったかな。で山に登ると30度ぐらいで、下界で34、5度になるような外気温だった中で、信号待ちとか走ってても92、3度なんですよね。でエアコンをじゃあつけたり消したりしていろいろやってみた結果、つけると割とちょっと下がった感じに渋滞中はなるんですけど、止めるとビーって上がっていくんですね、イオンが突然。水温も当然つられてだいたい7度差なので、だいたいつられて上がっていく感じで、エアコン入れると全体的にちょっと下がる感じっていうのを繰り返してたんですよね。ちょっと疑問なので、今日これをねまたオイルフィルターとオイルは同じまんまこのプラスチックカバーに戻してみて、でイオンが上がるのか、それとも昨日と同じなのか。昨日と同じだったらなんか他のねセンサーか、それとも僕の思い違いかってとこもあるんですけど、これ一回戻してみてまたアルミのにやってみてっていう感じにしてみたいなと思います。はい、外しましたので戻して、えらいよくはまってるな。取れたよし。はい、今純正に戻してみました。これで、組んで、それであとは比較すると。純正フィルターカバーに変えて戻して、で今15キロぐらいかな来て、水温もイオンも適当に熱くなった状態で、来る道中で、信号ゴー&ストップって繰り返して、分かったのはエアコンオンだと昨日と同じでやっぱり下がりますね。水温もイオンもエアコンをオンにしておくと92度まで下がって安定すると。でもエアコンオフな状態で
やっぱり上がるんで、昨日は32度のところでエアコンオフで峠道走ってね、92度から93度ぐらいだったので、ちょっとこれからまた峠行ってみようかな。今エアコンオフにしたんですよ。エアコンオフにしてしばらくずっと法定速度で走ってる、流れてる感じで、だいたい100度。昨日は群馬を回った時に32度とか35度とか場所によってはあったんですけど、そこで100度行ったことは一度もなかったんで、昨日もね100度行ったことないとはいえ、エアコンオフで信号待ちで止まるとバーンって上がるんですよ。でまた走り出すと92までスーッと下がってくるんですけど、今日も純正に戻したらね、今102度なんですけど、外気温24度、これで104、105まで今上がってますが、当然水温はね上がるですよ。イオンも上がるから。今105度。フィルターのカバーでそんなに変わるのかな。この温度計も多少ラグが当然温度なのであるのでね、すぐって言っても30秒ぐらい差があってから上がったりとかしますよね。信号待ちで止まってもすぐ上がるわけじゃなくて、10秒ぐらいしてから上がりだす。今ね101、2度なんですけど、この温度はフィルターのカバーを交換する前にずっと2年間このメーターつけてからね、多分2年ぐらいだと思うんですけど、その間に表示してる99、98、102ぐらいで、ちょっと高くなると107度とかマックスに上がって110度とかの、僕のねこれもね人によってこのメーターも中華で正しくはないんですけど、さっきも最初言った通り絶対評価は多少できると思うんですよ。相対評価で僕が100度だからあなたのこれも100度ってわけにいかないですよね。温度センサーも変わるし、このピックアップの計算式も変わっちゃうかもしれないんで、ただだから部品を交換する前と後でこのメーターで同じメーターで同じ条件だったら絶対評価はできるんじゃないかなと思いますよ。結構ね表面積広いですよね。純正のカバーに比べれば。プラスチックは熱伝導率悪いですし、アルミは銅の次に熱伝導率いいですからね。そう考えると当然熱伝導もいいし、さらに上の方にかなり、オイルカバー自体の容量も増やして、でそこになおかつフィンがかなり広いので、表面積的にはよく 1.5 倍になったとか言うんだけど、あれ比較できないんですよね。もともとが樹脂で樹脂は当然熱伝導率ゼロってわけじゃないですけど、そんなに放熱性は良くないですよね。アルミは放熱性は抜群ですよね。鍋とかね、フライパンとかもうアルミを使うぐらい、その中がね熱伝導を良くするためにやってるわけですね。今周遊を登ってるんですけど、大体こんなもんですよね。105度、106度。これはいつもの記憶通りですね。はい、いろいろ実験してみました。同じところ、同じコースをですね150キロずつぐらい純正カバーに戻して、またアルミにして、結論から言うとですねかなり差が出ます。ただ条件があります。条件っていうのはエンジンが負荷が少ない状態、なおかつ速度域が50キロ以上で長い区間止まらないと、そういう条件で大きな差がありました。一番大きく感じたのは同じ峠のトップから下までずっと
飛ばさないで法定速度プラスちょっとぐらいでそう降りてくるような状態、フロント風が当たるとエンジンも負荷が少ない、そういう状態で比較するとアルミ放熱カバーの場合は87、86、85と一番トップから下まで降りてくる時に85度まで下がったんですね、エンジンオイルが。ところが同じところをプラスチックカバーにして同じように感じで降りてきた場合、一番下まで着く間になったのが91度でした。91度以下はもう全然下がらなかったですね。同じコース同じように降りて。じゃあ一般道を走っててどうなのかっていう時も、信号が多いところ、しょっちゅう止まるようなところでは変わらないですね。どっちもイオンは結構上がっちゃいます。ただそういう条件でイオンが下がる条件はファンが回るようなエアコンをオンにした状態はどっちも下がってきます。でもどっちも下がっていくんですけど、アルミカバーがつけてた方が若干速い、落ちていくスピードがっていうことは分かりました。峠の上りなんかは同じように登っていったんですけど、時速がね、40キロから45キロぐらいになっちゃうので、どうしても車がねいっぱいいますから、そういう状態では変わらなかったですね。やっぱり風がですね結構当たるといいんだなと思うんですが、別にここでね、ここから入る風はコアにラジエーターコアとかエアインテークこう中に入っていくわけじゃないので、空気が入れ替わりやすい条件はおそらくこのエンジンカバーの下からこう入る風とか、もしくはエンジンの下でこう風圧で引っ張られていくっていう形でどっかからこう入れ替わっていくんだと思うんですけど、そういう設計なんじゃないかなと思いますが、時速ね50キロ以上出てるとかなりふーって下がっていくんですよね。ただ40キロ30キロだとやっぱり変わんないかなって思います。なので高速道路で明確に差も出ちゃったので怖いのが冬ですね。冬ね、もしかしたら下がりすぎちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。冬ねちょっとやってみようかなと思いますけど、また今の夏の状態で高速道路でこうずっと走ってて気温がね80度台なんてあんまりならなかったんですけど、80度台になっちゃうってことはね結構どうなんだろうなっていう気がします。あくまでも絶対値評価なので、実際に本当に90度の時に気温が90度なのかどうかはわからないですが、結構合ってるんじゃないかなと思うのが、整備マニュアルには99度が適切なエンジンイオンですって書いてある中で、僕の走行中に一番平均的に出る温度は99度なんですよ。上が105度まで行って下も89度まで下がったりとかこうするんですけど、一番メーターのところに見えてる数字はだいたい99から100なんですよね。なので合ってるんじゃないかななんて思ってはいるんですけど、その合ってるんじゃないかなと思う中でどんどん下がっていっちゃって87度85度とか高速道路でなっていっちゃったので、もしかしたら冬ね雪道なんかのマイナス氷点下の中で走っていくと気温下がりすぎちゃうんじゃないかなっていうね、オーバークールになっちゃうかもしれないなって期待じゃないな、なんかこうそういう考えがあるので、もしかしたらと思ってちょっと純正のプラスチックカバーは取っておこうかなと思います。冬ねそれオーバークールになっちゃったらダメなので、カバー変えるだけはねエンジンオイル交換しなくてもパッとカバーこう取ってエレメント入れ替えて戻すだけですので、そんなに大した作業じゃないんで20分もあればできるような作業ですからね。そんな感じでした。いや思ったよりね違いがあったので、放熱フィンって思ったより効果がでかいなっていう気がしますね。オイルポンプからこう直接送られてきたあっちっちのところがこうやってね冷やされるっていうか放熱されるので、片や全く放熱されずに循環していくものと、片やあれだけのフィンがついてて放熱されていくってことで、それは当然ね風が当たれば違いはあるだろうなっていう期待はあったんですけど、僕の想像以上に変わったのでちょっとねこれは冬がどうなんだろうなっていうところもあって、皆さんもですね僕の実験がどうか分かんないんですけど結果が分かったことをお伝えしようと思います。そんなわけでですね今日もご覧いただきありがとうございました。また次回ですね何か面白いネタあったらやってみたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。